よし、食った。いや、でもやっぱめちゃくちゃ走りますね。トリプルヒットでした。しかも全部尺アップです。ここまでジグヘッド単体で尺アジが釣れるところは日本でないんじゃないんでしょうか。はい、こんにちは、矢野です。今回はなんと片道10時間車を運転して新潟県にアジングに行ってきました。新潟県はアジングでもめちゃくちゃポテンシャルが高い地域で、僕自身一度行きたかった場所なんです。で、今回は丘からのアジングとボートアジングの両方を楽しみましたが、ボートアジングが120リッタークーラー満タンの尺アジ風呂になるなど大爆笑でした。普段愛媛で尺アジやギガアジをある程度釣っている僕でも衝撃を受けるような釣れっぷりで、めちゃくちゃいい体験だったので、今回はボートアジングの動画をお届けしたいと思います。動画内では丘でのアジングをする時と全く同じ感覚で釣れる釣り方の解説に加えて、動画の途中では今回お世話になった遊漁船の紹介、そして最後には新潟アジングの今後の考察についてかなり掘り下げてお話ししています。内容盛りだくさんになっていますので、ぜひ最後までご覧ください。現在釣っている場所の魚探がこういう感じでちょこちょこ反応があります。さあ、そしたら新潟でのボートアジングやっていきます。今日は新潟の上越市のシークローラーさんの船でお世話になっております。でもボートアジングといっても水深が10メートルぐらいのところで釣りをしているので、普通におかっぱりと同じような感じでジグヘッド単体での釣りでいきます。でもう投げて底の方まで沈めてちょんちょんとアクション入れて食わせの間を入れるっていう感じの、もうおかっぱりと同じような感じで釣りができます。で、手前の方まで来て当たりがなかったんでちょっと回収してもう一回投げ直します。で、今日はタックルはアチドー 7G の6号のチューブラにルビアスをつけております。で、ラインはシンカーアジングを入れています。エステルライン推奨なんですが、ちょっとシンカーアジングの有効性ボートで試したいなと思って、僕はあえてちょっとシンカーアジングを今回巻いています。で、新潟やっぱ釣れてるサイズがすごいでっかいんで、35センチ前後ぐらいが今はアベレージということで、もう釣れたらだいたい尺以上という風な形で、ちょこちょこ投げる方向を変えて、でも魚探にはなんか回ってきたタイミングで群れが移ってまたちょっと去っていくみたいな感じなんで、その回ってきたタイミングでうまく食いっ気のある個体のところを通せたらパクッと釣れるみたいな感じで。いや、でもこの初めてのフィールドで釣りをするのはめちゃくちゃ楽しいですね。新鮮で、来る途中も景色が綺麗で、山の方は雪があって、なかなか地元の愛媛じゃ見れない景色で、そこの方を着いたらちょんちょんちょんとアクションと食わせの間っていう感じで探っていきます。で、割と新潟はセグロという回遊性のアジ、フォルムがすごいかっこいいタイプのアジが多くて、セグロの習性として割とそこ付近につくことが多くて、活性が上がったら上の方に浮いてくるんですけど、基本的にそこの方にいることが多いタイプのアジなので、今も魚探ではそこの方に移っていたりするので、そこ付近を探っていきます。実は昨日はもう120リッタークーラー満タンを釣っておりまして、3人でもうしかも全部35センチ前後で、もうほぼ40センチ近いアジも何匹か混じるなど、とてもいい釣りをさせていただいて、今日はあまり実績のないいろんなポイントちょっと開拓みたいな感じでちょっとわがままを言ってお願いしております。で、船長の増井さんもやっぱ普段からいろんなポイントを開拓されていて、それでもともとボートをやられる前もおかっぱりですごい開拓をされていて、僕はずっと会いたかった方で、今回ちょっと新潟の方に来ています。でも初めてちょっとお会いすることができて、今僕めっちゃテンション上がってます。よし、ちょっと当たりがなかったので他のポイント移動します。そこ付近にアジの群れ発見しました。
いや、めちゃくちゃすごいいい反応出てます。じゃあちょっと別のポイントに移動してきたんで、こちらでアジを狙っていきます。まあそこの方にちょこちょこ反応があるということで狙っていきます。他の方が釣られました。サイズいいですか？30ちょいですね。あ、いいですね。尺アジが同船者の方釣られました。ジグヘッドを一気に重たくしました。3グラムまで上げました。でフックは今テストしているレンジクロスフックのちょっとね軸の太いやつテストしていて、そちらのテストもやっています。同船者の方またかけられました。ちょっと流れがあるポイントで 1.5 グラムでは全然入ってなかったので、もう今一気に3グラムまで重たくしました。よし、食った、やっと食った。でもうかけたらポンピングせずにゴリ巻きして寄せてきて、おお、走る走る。よし。で船長さんが網にすくってくれます。ちょっと今日はサイズが小さいみたいですが、それでも100以上のアジ釣れてくれました。ありがとうございます。じゃあちょっとタックルをエステルに変えました。どうしてもちょっとシンカージングだと風の影響とか潮の流れを受けて狙ったレンジまで沈んでないなと感じたので、アジドー 1G の S622L に23レガリスの組み合わせにいきます。でジグヘッドはレンジクロスのギガの 2.5 グラムに変えました。これで狙っていきます。船の中フィーバーしております。尺アジフィーバーです。でそこの方まで沈んだらちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を交互に入れながら、なんかちょこちょこ跳ねてきだしたんで表層付近でも釣れるかもしれないですね。よし、食った。これは多分アジだと思います。スッというあたりでした。あ、走りますね。これはアジですね。でもうかけたら竿を立てずに極力寝かせながらゴリ巻きをしてやります。ポンピングしたらポンピングして竿を戻した瞬間に緩んでバレたりしますので、極力ポンピングせずにやり取りして。いやでもやっぱめちゃくちゃ走りますね。ありがとうございます。いいサイズです。いやかっこいい味。でもうボータージングのタックルはもう専用のタックルを揃える必要もなく、おかっぱりでやっているタックルをそのまま利用できます。で今僕が使っているのがもうアジドー 1G の S622L に23レガリスなので、もう予算2万円で揃うもうおすすめのタックル、これでもう十分、アジング楽しむことができます。でジグヘッドはレンジクロスヘッドのギガ僕は使っています。やっぱ針先の鋭いジグヘッドの方がしっかりとアジの口にかけやすくなるのでおすすめです。でワームはもうイージーシェイカーがやっぱりすごいよく釣れるのでおすすめです。めちゃくちゃ釣れます。で釣れるアジは全部100以上という。ラインはエステルだったらもう 0.45 以上の方がおすすめです。やっぱ釣れるサイズが大きいんで 0.35 とかだったら細すぎて切れたりとか、何匹か釣ってもすぐにラインが劣化して傷むのが早くて切れるっていうこともあるので。よし、食いました。もう食わせ間のタイミングでほんとね食ってくれました。で寄せてきてもう船長さんにお願いします。そして外れました。ポッと外れて締めることまでやってくれるので、もう今1匹取り込んでから次の投げる動作までいけます。なので本当釣ることに集中できますし、こういった感じでアクションを入れたら釣れるのかとか、そういった釣りを覚えるということにも集中できるので、いやめちゃくちゃいいですね。
やっぱり釣ることによってどのタイミングでアジが食ってくるのかといったそういったことを覚えられるので、初心者の方こそこのボートは体験してみるっていうのがめちゃくちゃおすすめですね。で、僕も愛媛県でアジはある程度は釣ってきていますけど、そんな僕でももうめちゃくちゃテンションが上がるぐらい楽しいです。ここまで釣れるのは日本でもそうないんじゃないかなというレベルで、もうめちゃくちゃ感動しております。で、釣れたらもう尺以上で、ちょっと尺以上で釣れているんですが、最近の釣れ方からしたらちょっとサイズが小さくなってるらしいです。ありがとうございます。30半ばは30半ばありそうですか。これ大きいですね。30後半、半ばから後半ぐらい多分あると思います。いいサイズ釣れてくれました。ありがとうございます。いや、船の中が忙しくなってきました。こういった形で初心者の方もガンガン釣ってます。こういう感じで船長さんが網ですくってくれて、針外しまでやっていただきます。ほんとトリプルヒットでした。しかも全部シャークアップです。すごい。で、あっという間にクーラーが埋まってきております。いや、新潟めちゃくちゃすごいですね。ここまでジグヘッド単体で尺アジが釣れるところは日本でないんじゃないんでしょうか。僕も感動しています。いや、いい感じでもう船の中爆笑に入りましたので、僕も新潟のボートアジング楽しんでいきたいと思います。さあ、2日目のアジングも終了しました。釣れたサイズは尺以上で120リッタークーラーが半分ぐらい埋まりました。これだいたい1時間ちょいの超過です。ほぼこのサイズが入れ食いでした。サイズはマックス40頭でほぼ 35.5 と最高の超過です。僕も愛媛でこういった体験はできないので最高でした。じゃあ帰ります。さて、ここまで動画を見てこの増井船長の船に乗ってみたいと思った方もめちゃくちゃ多いと思います。なのでここからは今回お世話になった遊漁船シークローラーさんを紹介させていただければと思います。シークローラーさんは新潟の有馬川という漁港から出船している遊漁船で、僕が感じた一番の魅力はおかっぱりと同じ感覚でジグヘッド単体で尺アジやギガアジが狙えるという点です。そして何より素晴らしいと感じたのが、増井船長自身が遊漁船に乗って嫌だったことは絶対にしないという思いで運営されていることです。で、実は僕自身これまで遊漁船に乗った経験がほとんどなくて正直不安だったんですが、本当に快適に気持ちよく釣りを楽しむことができました。さらに釣りが楽しめるだけではなく、丘でのアジングと同じ感覚で数釣りができるので、アジングのレベルアップにもつながります。なので初心者の方こそ増井さんのボートに乗って釣り方の感覚を学べば、そのまま帰っておかっぱりに流用できて一気にレベルアップできる最高の環境だと思いました。ただ快適に爆釣するために絶対に守るべき注意点があります。それは船長推奨の強度があるタックルを必ず持参することです。今回僕はあえてエステル以外のタックル、ザ・ワインやシンカージングなど違うセッティングも比較しながら釣ってみたんですが、2日目に同船した船長推奨のタックルを使っている方になんと3倍ぐらいボッコボッコに釣り負けました。いやー、あの釣れっぷりはトラウマになるレベルですごかったですね。で、やたら細い糸を推奨しているメーカーさんもありますが、シークローラーさんは釣れるサイズも大きいため細い糸は基本的に NG です。やり取り中に糸が切れるリスクが高まるだけでなく、取り込むまでに時間がかかってしまい、同船している他の方の迷惑になってしまいます。その結果、自分だけではなく周りの方の釣果まで落としてしまう可能性があります。もし自分が船長推奨の強度があるタックルを使って素早く尺アジを取り込んでいる中、必要以上に細いタックルで時間をかけてやり取りしている人がいて、自分が釣りをできなくなってしまったら嫌ですよね。なので、もし細いタックルでスリリングに大物を釣りたいという方はボートに乗るというのではなく、おかっぱりでやることをお勧めします。
いろんな方が乗る乗り合い船で釣りをするからには船長推奨の強度があるタックルを準備するというのが最低限のマナーだと思います。船長推奨のタックルと今回僕が実際に使用したタックル一覧を画面に出しておきますので、気になる方はここで動画を一時停止してご覧ください。そしてもう一つ大事な注意点があります。シークローラーさんは小型のボートになりますので、他の大型の遊漁船が出船できている日でも風や波の状況によっては出船できない場合もあります。これは何よりお客さんの安全を最優先に考えた運航を心がけているからです。他の船は出ているのになんで出れないのって思うかもしれませんが、安全第一での判断になりますので、その点はあらかじめご了承いただければと思います。続いて予約の際のご案内です。概要欄にホームページのリンクを貼っていますので、そこから LINE で予約の問い合わせができるようになっています。で、問い合わせをする際はいきなり明日乗れるみたいな感じで要件だけタメ口で送るというのではなく、最初に簡単な自己紹介や挨拶を添えて連絡するとやり取りがすごくスムーズになります。まあ普通に考えていきなり知らない人から明日乗れるみたいな感じでタメ口で聞かれたら、大体の人は何ってなりますよね。なのでそういった常識的な挨拶があると、当然お互い気持ちよく船に乗れるようになります。皆さんが最高に楽しい時間を過ごすためにも、予約の連絡をする際はちょっとした心遣いを意識されるのがおすすめです。では今回釣った新潟のめちゃくちゃ美味しそうなアジを料理していきます。ただいま愛媛に帰ってきました。いやー、新潟のアジングめちゃくちゃすごかったですね。僕普段から愛媛県でアジングをしていて、それなりに尺アジは釣っているんですが、そんな僕でもこの釣れ方はすごいと感じるぐらい、もうすごいとしか言いようがないいい体験でした。もうジグヘッド単体のアジングで尺アジがこれだけの数100本以上釣れるというのは、もう日本でも新潟だけじゃないかなと思います。いやー、これはね本当にすごかったです。で、今回晩酌でいただくアジはこちらになります。サイズはだいたい35センチぐらいですね。ちなみにこのサイズが今回の新潟アジングの平均サイズでした。やばい。で、まだ何にして食べようか迷っているので、とりあえずエラと内臓出しの下処理だけやっておきます。まずはエラを開いて指を突っ込んで取っていきます。簡単に取れます。で、今回新潟で釣れたアジはセグロという回遊性のタイプのアジですね。全体的にスリムな体型ですが、めちゃくちゃ筋肉質なボディになっています。そしてこの尾びれめちゃくちゃでかいです。体に対してこの尾びれが大きいというのが特徴です。もうね、この弾丸系のアスリート系のフォームでめちゃくちゃかっこいいですね。釣った時の引きもめちゃくちゃ強いので、僕はこのセグロが大好きです。で、内臓を出していくんですが、その前に最近僕もっとアジがさばきやすい包丁欲しいなと思って、自分のオリジナルの包丁を作りました。こういった感じの形状になっています。全体的に刃も薄くなっていて、刃先もキンキンに鋭くめちゃくちゃ切れます。で、これでさばいていきます。お腹側にスッと包丁を入れて、うわ、すごい切れる。内臓を出していきます。いや、いい感じで油入っていますね。小魚とかはお腹には残っていませんが、こういった感じで内臓脂肪がついています。一般的に回遊性のこのセグロは油があんまり入ってないっていうふうに言われがちですが、しっかりと小魚を食べている個体だったらこういった感じで油入っていることが多いです。この辺りもしっかり油がついていますね。これは船長さんがしっかりとこういった小魚を食っている個体を把握して、そういったポイントに連れて行ってくださったっていうところが大きいんですが、このアジは、白子が入ってますね。抱卵個体ですね。抱卵している個体でもこの辺りに背中周りにはまだ油がついているいい味です。エラと内臓にキッチンペーパーを詰めていって、今回友達にグリーンパスもらって初めて試すんですが、味はどうでしょうか。これで冷蔵庫で数日間寝かせます。さあ、一晩冷蔵庫で寝かせました。今回はこのアジを炙りでいただこうと思います。で、今回昆布締めも食べようと思って昨日のうちに仕込んでおきました。まずは鱗を落としていきます。しっかりと落としていきます。まずは頭を落としていきます。
でサイズが大きいアジなので、頭を落とす時この骨のこの関節のところに包丁を入れると簡単に切れます。それ以外のところに包丁を入れると割と硬かったりして包丁が傷みやすいので、この骨の付け根のところに入れるのがおすすめです。でまず皮に薄く切れ込みを入れます。背中側も同じようにスーッと、反対側もスッと、そして背中側も皮だけに薄くスッと切れ込みを入れます。そしてこの背中側の皮を掴んでピリッと剥いでやります。ピリッと。いやこれはすごい美味しいんじゃないかな。お腹側から包丁を入れて、反対側から包丁を骨に沿うように入れていきます。中骨に沿うようにして包丁を通してパスンと断ち切ります。いや身は真っ白で美味しそうです。反対側も同じように皮をつまんで、うわ油で滑る、ピリッと剥ぎます。ちょっと皮を剥ぐ時にお腹の身が割れてしまいましたが、背中側から包丁をスッと入れて、反対側お腹からも包丁を入れて、そして背骨に沿うようにしてパンと断ち切ります。それで反対側もできました。背黒はあんまり油が入ってないって言われますが、この背黒は血合いまでピンクになるぐらい油がめちゃくちゃ入ってます。あばらを薄くすいてやって、そしてこの辺りもちょっと軽くトリミングしておきます。で血合い骨を抜いていきます。もう一つ一つ手間ですが抜いておきます。よし OK で、炙る前に軽く塩を振ってやって炙っていきます。で盛り付けていきます。で今回は炙りと普通の刺身と昆布締め、もう3種でいこうかなと思います。ちょっとねせっかくなんで普通の刺身でも食べ比べしてみたいので、次は普通の刺身いきます。ちょっと分かるようにずらして置いておきます。4切れずつぐらいにしておきます。そして昨日仕込んでおいた昆布締めもいきます。昆布の旨味がしっかり入ってそう。そして昆布締めも切っていきます。よし、昆布締めも4切れぐらいしておきましょう。さあこれで新潟のアジの3種盛り完成です。それではいただきます。いや新潟産のアジめちゃくちゃ美味しそうで、まずはシンプルにお刺身からいただきます。醤油につけて、うわいい感じで油がぶわっと浮きました。お味はどうでしょうか。めちゃくちゃうまいこの味。うわこれすごい甘みが口の中でぶわっと広がります。やっぱり背黒、脂が乗ってる個体はほんのりとした甘さがあって美味しいですね。平アジの脂が入っている個体だったらちょっと食べてむつこかったりするんですが、この背黒は脂が入っていてもすごい上品でさらっとした感じの脂で、口の中で甘い旨味が広がりますね。で次は昆布締めいただきます。どうでしょうか。昆布締めも美味しいけど、昆布の味が効きすぎているというか、味の甘さがふっと消える感じになるので、僕は普通の刺身の方が好きですね。まあでももっと普通の刺身よりもさっぱり食べたいっていう場合だったら、この昆布締めもありだと思います。僕は普通の刺身の方が昆布締めよりも好きですね、このアジの場合だったら。で最後に炙りいきます。表面を炙ることによって油が浮きやすくなるんですが、どうでしょう。炙りも美味しい。
いやでもシンプルに素材だけの味を感じるんだったら刺身もいいですが、僕今回食べた中だったら普通の刺身が一番好きですね。この普通の刺身が味の甘みを感じれていいですね。でちょっと日本酒いきたいと思います。今回新潟に行ってこちらのお酒買ってきました。このヤンマという新潟県限定販売のお酒ということで、こちらのお酒酒屋さんでおすすめされたので購入しました。もうちょっとすでに美味しかったんで先に飲んでいますが、もう一回いただきます。いやー、このお酒めちゃくちゃ美味しい。ちょっとなんか微炭酸で口の中にシュワッとした感じがあるんですが、ほんのりとした甘口で濃厚ですごい美味しいです。この新潟の味ともめちゃくちゃ合います。いやこれ酒が止まらなくなりそう。愛媛県の酒蔵の杜氏さんが言われてたんですが、この日本酒っていうのはその地域の食材と合わせて飲むとめちゃくちゃ合うということで、地方地方によってなんかその地域の食材に合うようになんかお酒も作られているということで、今回新潟の味にこのヤンマめちゃくちゃ合います。今回新潟はちょっとお酒が美味しいということでいろいろ買いたかったんですが、お土産はとりあえず5本だけにしておきました。いやでも魚も美味しいしお酒も美味しいし、もうね本当新潟今回初めて行きましたがめちゃくちゃ良かったですね。でもうお酒もちょっと減るんで、いやこれは飲みすぎ注意報が出ております。魚も美味しいしお酒も美味しいし、いや最高です。じゃあ残りのアジの刺身もいただいていきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回は新潟でのアジングを満喫して、釣ったアジをお刺身にして新潟の地酒と合わせて美味しくいただきました。もうアジもお酒も超美味しくて本当に最高の晩酌でした。今回新潟でのアジングを振り返ってみて、普段愛媛で尺アジやギガアジをそこそこ釣っている僕の感覚からしても、今回の新潟は本当に衝撃を受けるレベルの釣れっぷりでした。なんかどこかのメーカーの新潟のテスターの方は最近新潟あんまりアジ釣れないんだよねなんて言っていましたが、いやいやこの釣れ方で釣れないっていうんだったら一体どうなってるんだっていう話ですよね。というのも実は今回動画は撮影していないんですが、丘からのアジングもちょろっとだけやりました。で新潟は基本的に漁港での釣りは禁止というふうに聞いていたので、アジが好みそうな砂浜のポイントに入って 1.5g のジグヘッドをピッと投げてみたんですが、なんと1投目からいきなり35センチの尺アジが釣れまして、もう新潟のポテンシャルの高さをいきなり感じました。ただ現状だとそういった漁港以外のポイントでアジングをされている方はまだまだ少ない印象を受けました。実際に僕が回ったエリアでは誰一人やっていませんでした。なのでこれからはそういったポイントがどんどん開拓されていくと思います。僕の予想としては、まずサーフなどのポイントでジグヘッド単体を使って近距離のアジを釣って、そこからある程度近距離のアジが釣られて数が減ってきたら、今度はフロートアジングでピュッと沖のアジを遠投で釣るという流れが来ると思っています。今回いろんなポイントを見て回りましたが、フロートが活躍しそうなポイントがめちゃくちゃ多かったので、普段淡路島とかでフロートアジングをされている方が今の新潟に行ったらめちゃくちゃするんじゃないでしょうか。で今回新潟以外にも富山県や石川県などの北陸の海も軽く見て回りましたが、同じようにすごい釣れそうなポイントがたくさんありました。なので今後もっとポイントが開拓されていったらすごい超過が出てくると思います。実際に今回全体で最大40センチまでのアジが釣れたんですが、釣れたアジが全部セグロだったんですよね。で愛媛県でのセグロの情報や僕の経験を加味して考えると、この新潟のポテンシャルならタイミングをうまく合わせたらマックス52センチ前後ぐらいまでのアジが出る可能性というのは十分あると思います。さらに新潟北陸エリアにはまだまだ未開のポイントが多く、まさにブルーオーシャンだと感じました。
なのでぜひ皆さんも新しいポイントを見つけてアジングを楽しんでみてください。実際に今回は愛媛よりすごいじゃんという釣れっぷりでした。あと最後にもう一つだけ、今回はアジがめちゃくちゃ大量に釣れたので、いろんな種類のワームを比較してどのワームが釣れてどのワームがあまり釣れないのかを検証してみました。でその結果なんですが、実は超過に10対1レベルで明確な差が出たものもありました。ただこのあまり釣れなかったワームをここで実名を出してしまうと信者さんからすごいクレームが入る可能性があるので、表の動画ではちょっと言えません。なのでそういった忖度なしの検証結果については僕のチャンネルのメンバーシップ限定で公開していますので、興味のある方は是非概要欄よりメンバーシップをチェックしてみてください。といった感じで今回の新潟アジングは本当に記憶に残る感動のアジングになりました。シークローラーの増井さんをはじめお世話になりました皆様、本当にありがとうございました。皆さんもぜひ新潟の圧倒的なアジング、そしてシークローラーさんを体験してみてください。それでは今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張りますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。